今回はモダン剣の解説動画ダイヤモンド対のランクマの試合からなのだ。随所で止めて解説するので、途切れずに見たい場合は概要欄のリンクからの動画を見てほしいのだ。基本的に前に詰めて相手の選択肢を奪いながら戦っているのだ。何かしらの参考になれば嬉しいのだ。仕方ないな。やるか。いい戦いになりそうだ。まず開幕、大竜に限った話ではないのだけども、開幕の位置は大竜美脚の距離でもあるのだ。相手は有利の取られる大竜美脚を嫌がると思うので、剣は結構強気に行きやすいのだ。なので開幕は結構積極的に行っても良いのではないかと思っているのだ。少なくとも後ろに下がる理由はあんまりないかなと思ってるのだ。っていうわけで開幕歩いて対空取ったのだ。大竜で開幕の前歩きで見るのはジャンプと波動拳なのだ。今回は向こうは開幕ジャンプなのだ。波動拳読みだと思うのだ。なのでちょうど落ちてきそうなところでとままって昇竜拳で対空なのだ。モダン剣の 6SP は中昇竜拳と範囲が狭い代わりに発生が早いため、しっかり引きつけてから対空もしやすいのだ。モダン剣を使う最大のメリットの一つなのだ。ミスを恐れずにたくさん対空で使って所感を覚えてほしいのだ。置き攻めしゃがみ中にドライブラッシュを仕込んだのだ。対空に成功したためそのまま攻めを継続したのだ。剣のしゃがみ中は長くて発生も早いために置き攻めや暴れで大活躍なのだ。でもなんでかわからないけどカウンターしてるのだ。この距離でなんで暴れたのだ。お前リバサコパンマンだな。さっきもそれでカウンターしたんだな。許さねえ。許さないのはさておき、ここの攻防について少し解説するのだ。リバサコパンを許してしまって相手の攻め、相手はしゃがみ中継にドライブラッシュをかけて攻めを継続。ラスコパンから打撃と投げの2択。相手は僕の投げ外し読みを狙って後ろ下がりでシミー狙い。僕は動かずにガードを選択。しゃがみ大艦急波衝撃コッパ市民最大じゃねえか。僕はこれにもガードだったので、相手は立ち弱パンチで攻めを継続で、この立ち弱パンチの後なんだけど距離が離れているため、竜は攻めを継続したかったら中ボタン以上の攻撃かジャンプ、もしくはこの立ち弱パンチ自体に技を仕込むしかないのだ。でも竜が必殺技を仕込むとどれをガードしても竜が大きく不利になるため、相手の心理としては立ち弱で止めて中攻撃かジャンプをしたくなると思うのだ。で、僕はその両方に対応できる立ち弱をこすったのだ。相手はずうずうしく歩いてきたのだこいつ。この状況、仮に前ジャンプされてても昇竜の対空が間に合うので、相手に前ジャンプされてても問題ないのだ。で、そのまましゃがみ中にラッシュを仕込んで攻めを継続したのだ。バーンアウトしてるけど問題ない問題ない。もうすぐ1ゲージ溜まるから切り返しには困らないのだ。本当はバーンアウトしちゃダメだけどね。橋の陣来脚コンボ、モダン剣のコンボは別の動画にまとめたからよければ見てね。ここの位置取りについて少し解説するのだ。橋の陣来脚コンボの後に小足を重ねて攻めを継続。コパンまで仕込んでたけど相手は暴れてなかったので少し下がったのだ。で、だいたいこの竜のしゃがみ中継が届かない距離、ジャンプされてても対空が取れて、インパクトされても SA で割り込めて、波動拳はガードできる距離で、剣は竜美脚もあるので動きづらいと思うのだ。相手はだいぶ面倒だと思うのだ。こんな感じで相手の使用牽制が届かない距離で対空などの行動が取りやすい位置を見つけると攻め方がまとまってくると思うのだ。と言ってもこの辺りの攻防の読み合いは結果論だし、何度も対戦するうちに連磨されていくことだから、こういう理屈がある程度に思ってほしいのだ。陣来脚じゃ、僕はこの技こするのだ。すげえ強い技だと思うから。すいませんでした。調子乗りました。読み合いの結果だと思ってますが、それとこれとは話が別なので謝らせてください。インパクトで切り返されて置き攻めのラス中段を通して自分は画面端ピンチなのだ。でももうすぐドライブゲージが返ってくるから、相手の攻めはインパクトで返す選択肢が生まれるのだ。まだ慌てるような時間じゃないのだ。ドライブが返ってきた時に反撃に出るのだ。投げは良い、まだ生きるから通してはいけないのは打撃。前ジャンプが通っていくと思ったら退屈取れないで飛びを食らってしまったのだ。ピンチ。ちょっとだるい局面なのだ。相手のドライブが返ってくる前に倒したいけど削りには遠い。なので波動拳を使って相手の体力を削って相手を追い詰めるのがベターだと思うのだ。
でも飛びを通したら負けるのでシビアに見ないといけないのだ。めんどくせえ局面なのだ。まあ自分の対空ミスでこうなったんですけどね。波動拳と言いながらドライブラッシュで詰めるのは僕です。飛ばれたけどごちゃごちゃして噛み合って勝ったのだ。これも格闘ゲーム。俺の勝ちだぜ。2ラウンド目、1ラウンド目同様に前歩きしたけど相手は動かなかったので、じゃあってことで劉備脚。モダン剣のメリットの一つ、大劉備脚ワンボタン。予備動作なしのこの強襲攻撃は相当強いのだ。カウンター確認してなくて投げでごまかしたけど、とりあえず波動拳を置き攻めに重ねたけど相手はリバサジャンプを選択していたので空中くらい。こいつビビってんなと思って強欲置き攻めインパクトなのだ。すいませんでした。重ねの練習しておきます。インパクトをジャンプされてミスしてる。にゃろ、すぐ飛び上がって公開させてやるからな。陣雷、対空魔に会えます。モダンなめんな。君が泣くまで。すいませんでした。ちょっと橋の攻防を見返してみようなのだ。インパクトは飛ばれちゃったんだけど相手のコンボミスで命が助かったのだ。中速投をガード、こっちが有利なので大パンで反撃。そのままラッシュをかけて攻めを継続。ラッシュコパンをガードさせて投げと打撃の2択。僕は打撃択を選択。相手は読み勝ってガード。僕はコパンの後に強欲しゃがみ中で攻めを継続。一応コパン、劉備脚もしくはオーバードライブ波動拳の対の選択肢。まあ剣の中足って発生7フレームと速いからコパンガードした後に割り込みたくても難しいよね。僕はしゃがみ中に何も入れ込まずに様子見。相手は大足で反撃してくるもこれをガード。想定してなくて確定反撃取れなかったんだけどもこっちが大きく有利なので歩いてアシスト弱連携。火星弱をジャンプで飛ばれたのだ。重なってるように見えるけどこのゲームのジャンプ始めって足元に暗い判定が全然ないんだよね。だからスト6のジャンプ逃げって結構強いのだ。ダイヤモンド帯はジャンプする人多いと思うけど逃げ行動としては優秀なので正解の一つなのだ。まあでも対空魔に合うので陣雷脚の上逃げは別に問題ないのだ。この辺りは慣れと知識なのだ。置き攻めにしゃがみ中、陣雷脚を選択。ドライブゲージがあったらラッシュ仕込んでたんだけどね。派生が届かなくて今度は大パンからインパクトを入れ込まれ連続ヒット。まだまだ距離の把握がぬるいのだ。もっと陣雷脚使って覚えますなのだ。波動拳はパリーでお茶にごし。投げ抜け読まれてぶん殴られたのだ。しゃあなし、読み合い。この投げも甘んじて受けましょう。今度は読み勝てて投げ外しできたのだ。投げ外しは距離離れるというリターン行動だよ。バーンアウト上等のラッシュ仕込みなのだ。このバーンアウト上等のラッシュには一応理由があって、仮にガードされた場合投げが通ればワンボタン SA3 のリーサル範囲なのだ。相手としては暴れ潰されたら負けるから暴れづらい状況だったと思うのだ。今回は運よく当たっていたのでそのままコンボに行ったのだ。 SA3 が CA になっていたため余裕で倒しきりだったのだ。もちろんバーンアウトはしない方が良いに決まってるけどその後の状況を想定できるのならバーンアウトしても攻めを継続した方がチャンスがつかめる時もあるのだ。ワンボタンで対空取ればいい状況というのはモダンならではなのでモダンを使った自分なりの戦術構築もぜひ並行して組み立ててみてね。次はマリーザ戦での対戦解説なのだ。手加減は期待しないでくれ。開幕ファランクス来たらごめんなさい。オーバードライブ波動拳ドライブラッシュで前に出てしゃがみ中、そこにまたラッシュをかけて攻め継続でしゃがみ中がヒットしていたのでそのままラッシュコンボの流れなのだ。開幕に急発進した理由はマリーザにターン取らせるとマジで困るのとゲージがないマリーザはぶっ放す技がないのでさっさと運びたいからなのだ。運びコンボが優秀な剣だからこそ取れる選択肢なのだ。クソプレイと言われてもしゃあなしな気がするので参考にするかは自己責任で頼むのだ。置き攻めは打撃タクガードされていたので下がって様子見。前ジャンプをとがめてターン継続。投げ外し読みの垂直ジャンプ攻撃からフルコン。打撃タクをスクトゥムで潰されてターン入れ替え。まあしゃあなし。お願いインパクトはパリーされたのだ。相手うますぎんご。スクトゥムで返されたあたりから少し解説するのだ。駒投げのエンフォルドが怖かったので飛び逃げしたかったのだけどもコパンでとがめられたのだ。でも相手のコンボが途切れたのとグラディウスガード後はこっちが有利なので前に歩いてプレッシャーをかけたのだ。ここで見ていたのはファランクスと前ジャンプなのだ。フ
ハランクスだったらそのまま前 SP で対空、前ジャンプだったら振り向き昇竜で対空。モダンの強みでもあるけど、歩いてるだけでも上は結構見れてるもんなのだ。まあクラシックでも前歩きに対空は仕込まないといけないんだけどね。動きがなかったので立ち弱を置いたのだけども、相手はブラディウスを置いてたのだ。光ってるのに反応してしまってインパクトをしたんだけども、パリーで防がれたのだ。パリーで防げたってことはインパクトでも返せたはずなので危なかったのだ。ラッキーだった。少し様子見つつの攻防をして飛びを許してしまったのだ。反省。中段はガード、ポパンの後にしゃがみ中暴れラッシュ仕込み、投げに来てたのかな。バーンアウトしたけど僕のターンなので攻め継続。最後は暴れを潰して昇竜。マリーザ橋きついよね、特に剣相手は。まあそれを知ってるから開幕から走ったんですけどね。大昇竜なら届いたのに。いや、そもそも遅かった可能性。マリーザから受ける橋攻めは死が見える。相手が僕のぶっ放しを警戒してくれたのだ。対空ミスしてフルコンもらって死が見えたのだけども、僕のぶっ放しを警戒して後ろ下がり。僕は団子になっていたのでしゃがみ中 P ブラディウス、タメブラディウス、立ち強読みかな。タメブラディウスの後はマリーザが有利なので、相手はそれを生かして飛びを選択。僕はハランクスでの攻め継続を迎え撃つ狙いで前歩き。前ジャンプは見てなかったんだけど、別に狙ってなかったけど相手をくぐれたのだ。ごめん、対空取れよな。次は取れるように練習しておきます。置き攻めが噛み合って順調に減らして。コンボミスです。すいませんでした。前ジャンプは許さない。なんと打つしかないよね。オッケーオッケー、問題ないのだ。これで相手はリーサル手段減ったのだ。相手はバーンアウトなのでできることは限られてる。こっちは波動拳打ちつつワンボタン SA3 の機会を待つだけなのだ。嫌がらせ波動拳、唐突に仕込まれるオーバードライブ波動拳からの SA3。これはしゃあなしなのだ。相手は悪くない。この状況になった時点でマリーザにできることは限られてるのだ。今後ミスしなきゃその前に終わってたのだ。すいませんでした。次はルーク戦の解説なのだ。手加減は期待しないでくれ。マリーザ戦の時と同じくオーバードライブ波動拳から強襲。対空は取れず、すいませんでした。相手のズンダモンさん、今後言ってくれませんか。陣内客火星出そうと出すまいと確定のオーバードライブライジングアッパー。投げが早かった。大攻撃ドライブラッシュあるある。相手のドライブゲージ削りたい劉備脚は読まれた。オーバードライブ昇竜拳打てる状況でもないので投げとの純粋2択。投げ連打はしゃあない、そういうゲーム。ラッシュ投げを許してラウンド負け。ここで考えたいのは次のラウンドの戦略。戦前3度ブラストが見えず、中距離は立ち台キックでリターンを取りに来てるのだ。3度ブラストに信頼がないのか、こちらの飛び警戒かな。まあ開幕にあんな走ってくる剣に飛び道具は打たんか。3度ブラストもなければ立ち中キックによる抑制もなし。それなのに立ち台キックによるリターン重視。それなのに唐突に混ざった垂直ジャンプによる迎撃。劉備脚見せてなかったのに。あげく迷いのない投げ連打。ここから導き出される結論は一つ。勝ちたがりルークや。いいだろう、このズンダモン。相手の選択肢を奪い続けてリターンで勝ってみせよう。歩くで歩くで。本もミス動揺しているな。強欲劉備脚。網に立ち台キックの使い方動画作れって言っておくのだ。勝ちたがりにこの高速展開は対応できまい。ビバサジャンプ大喧嘩やな。顔でその喧嘩。自分で動いた結果ではなく相手のミスで食べるフルコンボはうまいか。うまいよな。僕は超美味しいと感じる。相手のミスは蜜の味。今度は落とします。しゃがみ中がヒットしてるのにこれが勝ちたがりや。読み合いなんてなかった。戦略なんてなかった。これは勝ちたがりの人間と人間の魂の戦いなのだ。本命開幕劉備脚。ただやりたいだけ劉備脚。怯えろ。
宿命クラシックルークの性能を生かせぬまま死んでゆけ。すいません、調子乗りました。この戦いは勝ちたがりの魂の戦いだから野暮かもしれないけど、一応狙うべきことは解説しておくのだ。相手は SA ゲージを使ったのでリーサルは遠のいたのだ。対するこちらは中攻撃以上のドライブラッシュコンボで倒しきるか、オーバードライブ波動拳1回分ぐらいを削って SA さんの対空を狙うかなのだ。不用意に飛んで負けパターンを作ってしまうのが一番もったいないので、歩いていって相手を追い詰めるのが大事なのだ。ルーク側も背水の陣、イザギュエルなのだ。まだやめないか。立ち台キック、その心意気はよし。ドライブラッシュでキャンセルしないとオーバードライブ昇竜拳はすぐ飛び上がってよ。バーンアウト。全然問題ないです。あとはワンボタン SA さん当てるだけなので。この局面の後ろジャンプ以外のジャンプはモダン相手には絶対に。ダメなんです。モダンがずるいと言われる理由の一つなのだ。でもね、タグ効果悪いんだよ。この位置なんだけど、垂直ジャンプを選んでても前歩き SA さんが届いてしまうのだ。劉備脚が怖い位置だと思うけど、もう我慢して地上戦するしかないのだ。逆に剣側はリーサル SA さんの状況での甘えたジャンプを絶対に許してはいけないのだ。このジャンプを許すとモダンを使っている意味がないと言っても過言ではないのだ。SA さん対空の範囲を覚えるのも大事なのだ。ミスを恐れないでたくさん練習して試してほしいのだ。今回はモダン剣の対戦解説動画だったのだ。クラシックに比べると火力が落ちた代わりに安定した対応力を持つモダン剣、相手の自由を許さないで自分の自由を通す戦略をぜひ考えてみてね。質問などがあればコメントをくれると嬉しいのだ。同じ格闘ゲーマーのお役に立てれば嬉しいのだ。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうなのだ。よければまた見てね。それほどでもないゲーマーチャンネル。